こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。今回は、ソニックアドベンチャー2のソフト紹介です。このソフトはソニック10周年の年に発売された作品であり、またシリーズ最高傑作の一つに数えられる作品です。今回はそんなソニックアドベンチャー2の魅力を、たっぷりお伝えしたいと思います。それでは、早速スタートです。ソニックアドベンチャー2は、2001年に発売された作品です。この年はソニック10周年のアニバーサリーイヤーだったため、本作はそれを記念して、初代ソニック・ザ・ヘッジホッグの海外での発売日、6月23日に発売されました。またその半年後には、リニューアル版である、ソニックアドベンチャー2バトルが発売されています。本作はソニックアドベンチャーの続編にあたる作品ですが、前作を匂わせるセリフこそあるものの、物語上のつながりはありません。そのため、ソニックアドベンチャーをプレイしていなくても全く問題ないです。それはありがたいな。今作はどんな話なんだ？今作のストーリーは、シリーズ中でも最高レベルです。ある日、ソニックがカオスエメラルドの強奪犯として、軍に捕獲されてしまいます。いきなり急展開。全く身に覚えのないソニックは軍から逃げ出し、追ってもなんとか退けます。するとソニックの目の前に、自分通り2つの黒いハリネズミが現れました。その黒いハリネズミは自らを、究極の存在、シャドウと名乗ります。シャドウ来たー。自分がシャドウと間違われて追われていると気づいたソニックは、シャドウを問い詰めようとします。しかし、シャドウはカオスエメラルドを使ってソニックをかわし、そのままどこかへ消えてしまいます。その後、シャドウがエッグマンと手を組み何かを企んでいることを突き止めたソニックは、仲間たちと共にエッグマンたちを追い、今は廃墟となったスペースコロニー、アークへと旅立ちます。一方で、エッグマン、そしてトレジャーハンターのルージュと手を組んだシャドウは、ある人物との約束を果たすために暗躍します。そうとは知らずに、世界征服を狙うエッグマン。そして、トレジャーハンターらしからぬ怪しげな動きをするルージュ。別々の目的を持ちながらも手を組んだ彼らの思惑は、スペースコロニーアークで交差し、そして全ては、50年前に起こったある悲劇へと繋がっていきます。50年前何が起きたのか、シャドウの目的は何なのか。ソニックたちがエッグマンと戦う背後で、全く別の物語が動き出す。そんな重厚なストーリーが、本作最大の特徴です。めちゃくちゃ面白そうだな。ストーリーがすごく気になる。今作では、一つの物語をソニックたちヒーローサイドと、シャドウたちダークサイドの二つの視点から体験することになります。ヒーローサイドでは、ソニック、テイルス、ナックルズを操作し、エッグマンの野望を阻止するために冒険します。一方ダークサイドでは、シャドウ、エッグマン、ルージュを操作します。表面上は3人とも協力し合っていますが、実際は各々が別の目的で動いているという、非常に魅力的なストーリーになっています。悪役側ということもあり、ソニックでは珍しくシリアスな雰囲気で進んでいくのも特徴的です。エッグマンが操作できるのすごいな。エッグマンを操作する機会は、シリーズを通してほとんどありません。大変貴重な機会なので、ぜひ遊び倒してあげてください。また今作は、シャドウとルージュが初登場した作品でもあります。シャドウは先ほども少し紹介したように、黒い体を持つハリネズミで、ソニックにも引けを取らない高い身体能力を持ちます。冷静沈着で、目的のためなら手段は問わない性格です。一方でプライドが高く、他人を見下すような態度を取ることもよくあります。ルージュはトレジャーハンターを生業にするコウモリの女性で、狙った獲物は逃さないことをポリシーにしています。一方頭脳派で計算高く、今作でもエッグマンとシャドウに協力する素振りを見せながら、裏で密かに暗躍しています。どちらもとても人気の高いキャラクターで、後の作品にも数多く登場しています。ダークヒーローみたいでかっこいいな。中二心をくすぐられる。まさにその通りです。私が初めてプレイしたのは小学生の頃なのですが、見事に心を奪われました。また、今作ではソニックとシャドウ、テイルスとエッグマン、ナックルズとルージュがそれぞれ対になっており、同じようなゲームシステムが用意されています。まずソニックとシャドウは、スピードアクションステージ。スピンダッシュやホーミングアタックを駆使してステージを進んでいき、ゴールリングを目指します。基本的なステージ構成はソニアドのソニックパートと同様ですが、今作から、グラインドというアクションが実装されました。これはレールの上を滑っていくアクションで、通常の走りに比べてスピード感があり、非常に爽快です。プレイヤーからの人気も高く、後の作品のほとんどに実装されています。続いてテイルスとエッグマンですが、こちらはシューティングゲームになっています。操作性はソニアドのガンマパートに似ており、敵をロックオンして倒しつつ、ゴールリングを目指します。また他のキャラと違って体力ゲージがあり、攻撃を受けるとこのゲージが減っていきます。ゲージがゼロになるとミスです。ゲージはリングを取ると回復するので、被弾したら急いでリングを回収しましょう。
最後にナックルズとルージュですが、こちらはトレジャーハントです。本的にはソニアドのナッコーパートと同様、マスターエメラルドのかけらを3つ集めればステージクリアですが、今作では他のアイテムを探すこともあります。またマスターエメラルド砕けたのか？ソニアドでも砕けてたけど。今回は、ナッコーが自分で砕きました。エッグマンにマスターエメラルドを奪われそうになり、それを阻止するために砕きました。ママよ、じゃないんだよな。ルージュの悲鳴をもっとも。トレジャーハントのアクションはソニアドと同様、滑空、壁登り、穴掘り、などが基本になります。一方でステージはパワーアップしており、水中パートや宇宙空間など、様々なステージで宝探しをします。仕掛けを動かさないとかけらが見つからないこともあるので、ソニアドよりも難易度は上がっていると言えるでしょう。今作もソニアドと同じで6人のキャラを操作できるんだな。どのキャラも面白そうだぜ。ストーリーとキャラクターの充実度は、ソニアドからしっかり引き継がれています。魅力的な新キャラも登場してパワーアップした、ソニアドの正統派続編。それが、ソニックアドベンチャー2です。ここからは、このゲームの良かった点をご紹介します。良かった点は、シリアスで重厚なストーリー、名曲揃いの BGM、ゲームとしてのバランスの良さ、の3つです。まずは1つ目の、シリアスで重厚なストーリーについて。先ほどご紹介したように、今作のシナリオは最高レベルなのですが、やはりダークサイドの存在がとても大きいです。ヒーローサイドのクオリティも高いのですが、基本的には世界征服を企むエッグマンを倒すという展開なので、ある程度先が読めてしまいます。一方でダークサイドのような悪役側からのストーリーは珍しく、なかなか先が読めません。しかもソニックたちと真面目に戦おうとしているのはエッグマンだけで、他の2人は明らかに違う目的を持って動いています。このような描き方がされているため、この先どうなるんだろうというワクワク感が容赦なく襲いかかってくるのです。安定して面白い完全懲悪のヒーローサイドと、先の読めないダークサイドの2つがバランスよく用意されているため、ここまで評価の高いシナリオになっているのではないかと思います。また、ヒーローサイドとダークサイドを両方クリアすると、ラストシナリオがプレイできるようになるのですが、このラストシナリオの盛り上げ方も神がかっています。ここでネタバレをしたくないので詳しくは説明できませんが、ラストをしっかり盛り上げてくれるので、終わった後の満足感もひときわ大きなものになっています。二つ目は、名曲揃いの BGM です。ソニックシリーズは曲がいいのがデフォルトですが、中でも今作の曲は神曲揃いです。特に最初のステージの BGM、エスケープフロムザシティと、主題歌、リブ&ラーンはシリーズ屈指の名曲です。エスケープフロムザシティは、ステージ BGM であるにもかかわらずボーカル曲になっており、爽やかで疾走感のある曲調がとても魅力的です。この曲とともにスケボーで始まる構成は控えめに言って神がかってるよな。神がバッチリですよね。素晴らしいセンスだと思います。続いて主題歌のリブ&ラーンですが、こちらはただただかっこいいですね。何度も聞いたはずなのに、未だにイントロックだけで鳥肌が立ってしまうぜ。個人的には、ロック調なのに重すぎないのがとても好きです。奏でられている音はしっかりヘビーなのですが、それでいて非常に疾走感を感じます。ソニックとシャドウの2人をイメージさせるような絶妙な曲調ですね。文句なしの神曲です。良かった点の3つ目は、ゲームとしてのバランスの良さです。今作は、難易度とボリュームのバランスがとても良いです。ストーリーを進めるにあたっては、ステージ難易度が簡単すぎず難しすぎず、10時間程度でエンディングを迎えることができます。ステージとムービーがテンポよく展開されていくので、体感だともっと早くクリアした気分になるかもしれません。それでいて、各ステージにはやり込み要素として5つのミッションが用意されているほか、前作でも登場したチャオガーデンがパワーアップして再登場しています。どちらも完全制覇しようとすると山のようにやることがあるので、サクッとストーリーだけプレイしたい人も、じっくりやり込みまでやりたい人も、どちらも満足することができるのではないかと思います。続いては、いまいちな点を紹介します。いまいちな点は、後半のトレジャーハントステージ、アドベンチャーフィールドの廃止、の2つです。まずは1つ目の、後半のトレジャーハントステージについて。今作のステージは全体的に程よい難易度なのですが、後半のトレジャーハントステージは少し難易度が高めです。特に、ルージュの最終ステージはかなりきついです。何がきついんだ？このステージでは色々な小惑星を巡って宝探しをするのですが、それぞれの惑星に重力があるため、移動がとても面倒なんです。別の星に移動しようとしても、重力で引き戻されてしまいます。なので惑星間の移動にはロケットを使うことになるのですが、ステージが広大なので、どのロケットがどの星に連れて行ってくれるかを覚えるのがかなり大変です。確かに広いな。しかも景色が似てるからどこに行ったかわかんなくなりそうだ。
トレジャーハントでは基本的に滑空でステージを飛び回ってマスターエメラルドの反応を探すので、それが自由にできないのは厳しかったですね。宇宙ならではの要素は、滞空時間が長い程度で良かったのではないかと思います。二つ目は、アドベンチャーフィールドの廃止についてです。今作では、ソニックアドベンチャーに登場したアドベンチャーフィールドが廃止されています。ソニックのキャラで自由に動き回れるアドベンチャーフィールドは個人的にかなり好きだったので、廃止になったのは残念でした。ただ今作のストーリーはかなりスピーディーに進んでいくので、アドベンチャーフィールドがあるとテンポが悪くなってしまうとも思います。先ほどもお伝えしたようにゲームのバランスはとてもいいと感じているので、廃止して正解だったのかもしれませんが、あの空間がとても楽しかったので、どうしても未練が残ってしまいます。ソニックアドベンチャー2を今から遊ぶなら、プレステ3でダウンロード版のみ販売されているので、こちらを購入するか、Wii、またはゲームキューブを持っている方は、ソニックアドベンチャー2バトルを中古で購入するのがいいかと思います。最新のハードに対応していないので遊びづらいですが、対応機種を持っている方はぜひ遊んでみてほしいと思います。とにかくストーリーが面白そうだったぜ。しかもゲーム性も BGM も良くて、まさに神ゲーって感じだな。ソニックは各キャラに細かな性格が設定されており、セリフも多いので、今作のような重厚なストーリーにもしっかりハマります。そこがソニックの大きな魅力だと思っているので、ぜひもっとストーリーに力を入れてほしいですね。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？このチャンネルでは、ソニックに関するあらゆる情報を発信しています。動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。それでは、次の動画でお会いしましょう。